クエニゲームパブリッシャー部門世界一位。待て。エンドフィールド売上2週間で271億円、すげえのか。ゲームをして遊んじゃう人は不幸になる。ゲーム業界のトピックをおつまみに編集緩めで雑談します。詳細こちら、ラジオ感覚にどうぞ。早速参りましょう。スクエニ世界一位。アメリカのレビュー集積サイトメタクリティックが毎年公表しているゲームパブリッシャーランキング第16回目にしてスクエニが初の世界一位を獲得しました。このランキングってのはサイトに寄せられたレビューの点数をもとに独自指標でポイント換算してランキング付けされてるもんで、そのランキングの対象ってのが年5作品以上リリースしたゲーム会社で、今年は28社が対象で、スクエニは9作品が評価対象になって、なんと全てが75点以上の高評価を収めて結果首位を獲得したっていう話です。で、そんなスクエアエニックスのポジティブなニュースを海外の YouTuber が取り上げるわけないのは当たり前なんでしょうがないとして、で、これに対してちょいちょい褒められたものではないっていう批判の声も上がってたので、それについて一スクエニファンとして考えてました。まず批判の意見として最も多いのが評価対象になってる9作品の内訳。ファイナルファンタジー7、16、タクティクス、ミンサガ、ロマサガ2、サガフロ2、ドラクエ1、2、ブレイブリーデフォルト、オクトラゼロ、リメイクとリマスターばっかじゃねえかという声。新作らしい新作は16ぐらいで、それすら2023年発売ですから3年前か。あとは合併前のスクエアエニックス時代の産物がほとんどです。ブレイブリーデフォルトも初出14年前ですし、オクトラゼロは分かりにくいんですが、6年前に配信開始されたスマホ向けのオクトラ大陸の覇者っていうゲームがベースになっているので、もちろん新規要素はあるんですが、これも既存のアレンジ作品です。すでに一定の支持を受けた実績があるものを再調理して出すんだったら高得点それは取るだろうと。別に褒められたもんじゃないだろう。新作作れやという意見ですね。皆さんはどう思いますか？これは世代によっても受け止め方変わってくるだろうなと思っています。先にネガティブなこと言っておくんですが、私は名作を連発し続けてきたスクエア時代の強火解雇中なので、今のスクエニのリメイクリマスター商法については好きか嫌いかで言うと好きではありません。過去の産物を使ってお金稼いで、それを原資に新作開発に使うっていう座組だったら肯定できるんですけど、新規 IP の気配なんかここ数年感じないし、昨年11月の中継の進捗報告上も主要 IP を中心としたタイトルの開発運営へ移行って言っちゃってるので、エリオットとかの HD2D シリーズとかそういうんじゃない大型の完全新作はもう作る気ないんだろうなと判断してます。リメイクリマスター作品ってなんかある程度これぐらい面白いんだろうなっていう期待値がプレイ前に定まっちゃってるんで、完全新作よりもワクワク感が少ない。なんかそういうので食っていく道を選んだ会社をあまり快くは思ってないっていう意味です。っていう個人的な好みと、この首位獲得の功績は別で、これめちゃくちゃすごいことだと私は思います。この中で私原作はドラクエ1、2以外は全部やっていて、リメイクリマスターで言うと5作品やったんですけど、全部丁寧な作り方していて、タクティクスのタイムライン表示だったり、サガフロ2のギュスターブの最後を描写する追加シナリオだったり、当時のとっつきにくいシステムとかストーリーを現代に馴染むよう調整しつつ保管するのだって簡単なことではないと思いますし、何度も言うんですけど、リベサガは私がプレイしたリメイク作品の中で最高傑作。もう唯一、絶対に原作じゃなくてこっちをやれって言える出来ですし、何より各タイトル開発チームも別だろうに全作品で高評価取ってるっていうのはすごい。特に YouTube やってるとハズレを作らないっていう難しさを実感するので、アベレージヒッターの凄さが染みますね。レガシーを使い回す姿勢をディスりたくなる気持ちっていうのはスクエニ解雇中としては正直わかるんですけど、でも改めて考えると今時完全新作で勝負してるゲームの方が少なくて、日本で言うとモンハンだ、竜が如くだ、あと完全新作って歌われていたアトラスのメタファーも蓋開けてみれば目新しいの世界観だけで面白かったんですけど、でも全体的な空気感とかシステム周りはまんまペルソナでしたし、でかといって日本のゲームはもう完全新作で勝負できるような市場環境じゃないんですねって社に構えられるんだっけっていうと、別にそんなことはなくて、お前が楽しんでる中華ゲーの名調にせよスタレにせよ、既存のゲーム内でパッチつなぎ合わせてるだけって意味では別に新作摂取してるわけじゃねえだろと。そもそも原神ライクっていうゲームシステムとかビジネスモデルからは脱却してませんし、あとこれはボスコンのレポートなんですけど、将来のゲーム市場において唯一家庭用ゲーム機ってマルチプレイゲーム除いてマイナス成長か横ばい予想なんですよね。だからパイが縮小していく中で超ウルトラリスキーな据え置き型の新規 IP なんか作れるわけがないんですよね。確かにシリーズものの最新作を出すか、それともテイルズとか FF みたくシリーズものの最新作すら出さず過去作のリメイクリマスターに走るかだと、そこも一つレベル差はあるとは思うんですけど、ただそれを取り立てて企画力がないとかチャレンジ精神がないとか資本がないとかボコスか言うほどの差じゃなくねって私は整理してます。それに私が後期高齢者なだけで原作未プレイの方も多くいらっしゃいますから、そういう層に向けてバンバン名作タイトル出していただくことで、私の当時のゲーム体験を今の人と共有する機会が得られるっていうのは、それはそれで私にとっても嬉しいので、やっぱその点はポジティブです。そういうポジティブなニュースまで机に叩きに使うなよっていう気持ちと、正直わからなくはないけど、俺はこういう気持ちで整理してるよっていう
アンビバレントな思いを共有しました。同じ後期高齢者の皆様、何リメイクしてほしいですか？ぜひコメントください。私はベッタベタですが、クロノトリガーとロマサガ2にリベサガクラスのリメイクを期待してます。ロマサガ3は間違いなく発売するでしょうけど、クロノトリガーはどうかな。あと HD2D でもいいんで、バハムトラグーンやりたいのと、単純にリマスターでもいいので、当時投げちゃったアンリミテッドサガに再挑戦したいです。スクエニ話以上。スクエニについては、ファイナルファンタジー14のフォーラムにこれ使えばいいんじゃねっていうプロダクトの話だったり、あと著作権絡みの話もありますが、一旦後ほど。続いては、アークナイツエンドフィールドの今、リリース日から2週間で271億円、すげえ、波に乗っているのか？結論から言うと、知らん。ナンセンスじゃね？あと乗ってると思うっていう雑談です。まず、エンドフィールドの勢いを表す数字として一時、エンドフィールドは2週間で271億円、原神ですら1ヶ月で257億円、エンドフィールドすげえっていう話が界隈で出てきたんですが、この数字で比較するのはかなり乱暴な話で、というのも原神はアメリカの調査会社であるセンサータワー、つまり第三者組織がモバイルだけを対象にして集計した売上金額。かたやエンドフィールドは数字発表時にモバイルに限るような記載はなし。しかも発表主体がエンドフィールド開発元であるハイパーグリフ本社が位置する中国の区が区の産業実績をアピールする文脈で発信しているので、どこまでの数字が集計対象になってるかもよくわかんない数字です。で、さらに言うと、原神が発売された2020年は競合不在かつコロナ真っ只中。今やアフターコロナでウルトラレッドオーシャン。そういうわけで、原神と比較して勢いを評価するっていうのがナンセンス。てかそもそも数字でゲームを比較すること自体があんま生産的な取り組みではないと思ってます。で、偉そうなこと言ってますけど、私の過去の分からされエピソード1個紹介すると、私はゲーム系の YouTube 運営してるので、ある程度今勢いがあるゲームが何かっていうのをキャッチし続けたいなと思ってます。あと純粋にゲーマーなんで熱いゲームやりたいし。じゃあ、どんな指標を頼りに熱いゲームを見極めればいいんだろうって昔悩んでました。あなたは何だと思いますか？ YouTube のチャンネル登録者数、動画の再生数、X のインプ、レビューサイトのメタスコア、セルランで、私の視聴者さんにソシャゲ界隈で長らく活躍されてる絵師さんがいらっしゃって会話する機会があって、そういう方だったら特にソシャゲの精髓を敏感にキャッチするそのマル秘バロメーターを知ってんじゃねと思って聞いてみたことがあるんです。何を見れば今熱いゲームか見極められますかって。その人に言われたのは、実際にプレイして自分が面白いと感じれば、そのゲームは今熱い、あるいは今後熱くなると思う。とのことでした。少なくとも自分が面白いと感じるならば、同じ感情に至る人が多い可能性が高いわけだからっていう単純な理屈ですね。これ聞いて恥ずかしながらハッとしました。そうやって名帳も見つけたやん自分って。数字がいくらでもお化粧できちゃう時代、ちゃんと自分の原体験に基づいて目利きをするっていうのは基本中の基本でしたね。以降、ちゃんと自分でプレイすることを大事にしようって思った次第です。というわけで、話を元に戻して、エンドフィールドが今熱いかっていうと、熱いと思います。なぜなら、私が面白いと感じるからです。ただ、わかりやすくご祝儀期間は終わっていて、モバイル版では一部地域でユーザー数が減少してるとのこと。それに新規キャラのガチャ排出のシビアさとか、コンテンツの不足感については一部批判の声もあるようです。120連持ち越しなしってなかなかいかついですね。ガチャ排出については運営も見直しを検討中とのこと。コンテンツの不足感についてはそれはリリースしたばっかだし、ユーザーサイドのコンテンツ消費スピードがぶっ壊れてるだけでしょうがないよねとは思いつつも、キャラを成長させた先とか、家賃取引権を溢れさせずにちまちま獲得した先にぶら下がってるエンドコンテンツが少ないっていうのは事実なんで、今後のインセンティブには期待したいところです。当チャンネルではリリース日あたりに3本だけ動画を上げて、で以降は分け合ってご無沙汰だったんですが、そろそろエンドフィールドも裏で楽しむだけじゃなくて、ガツガツ動画でも扱っていきたいなと思っていますので、管理人の方いらっしゃいましたらぜひチャンネル登録お願いします。エンドフィールド以上。こっからは特定のゲームの話っていうよりは、私がへーってなった業界全体の話。ゲームは量ではなく栄養素で選べ。オックスフォード大学が300万時間のゲームプレイデータからゲームしすぎると本当に毒なのっていう問いに対して研究したレポートの紹介。雑に言うとノーで1日5、6時間プレイしても健康な人は多数。むしろ大事なのはゲームプレイ時間ではなく遊び方。具体的にはよく人はストレス解消のためにゲームするとか言うけど、ストレス解消のためにゲームはやってない。むしろストレスがかかってない時も含めて日常的にプレイすることによって日々のストレスの予防につながってるんだと。で、別の話として、じゃあどんなゲームジャンルで遊ぶとより幸福度が高まるのかっていうと、ジャンル差は別にないと。ただどう遊ぶかによっては顕著な傾向があって、具体的には1日のうちに複数のタイトルを激しく切り替えて遊ぶザッピング的なプレイをするプレイヤーはその日の満足度が下がる傾向にあるらしい。ただそれはそれとして、一方で2週間から1ヶ月ぐらいの長期スパンでいろんなジャンルに触れてるプレイヤーってのはゲーム体験の質が高まる。だから結論、その日は一つのタイトルに没頭して月単位では新しいジャンルに挑戦するっていうスタイルこそがいいっていうことですね。
だそうですけど、あなたはどう思いましたか？私は全部共感できたんですよね。日常的にゲームをプレイして来月新パッチあるわとか楽しみを作ることでストレスへの免疫をつけてる感覚ありますし、今日はエンドフィールドの日とか決めて、でその日はもう名調のデイリーとかも一切気にせずエンドフィールド没頭してた方が楽しめてるし、ファイナルファンタジー14だけじゃなくてガチャゲーにも手出したことで双方の良し悪しにも目がつくようになって、でゲームプレイの解像度が上がった感覚があるし、自分のゲームプレイの目的ですとか遊び方に対して暗黙的に感じていたことが言語化されて気持ちいいレポートでした。年齢層によるニーズの違いについても的確に言及されていて、18歳から25歳の若年層ならシングルゲームプレイであっても SNS とかを通じて強い社会的なつながりを感じたがっていると。対して26歳以上の層だったらマルチプレイでの直接的な人間交流っていうのをより求めていると。で40歳前後になるとレトロゲームに回帰してノスタルジーを超えたウェルビーイングを得ているだって。もう上2つなんかまんまガチャゲート14じゃん思って。やっぱ14の新規取り込んでくんだったら今ソシャゲポチポチやってる人じゃなくて比較的年齢層の高い層なんだろうなって考えると、やっぱ麻雀プロ団体のスポンサーとかっていいお金の使い方だなって思いました。ガチャゲーマーの遊び方としても SNS 上でその好きなシーンを晒し合ったり配信者の配信を見に行くっていうのがなんなら MMORPG である14以上に活発な印象を受けるので、1年前に初めてガチャゲーに飛び込んだ時はだってソロゲーじゃん、なんでそんな共有することあんの、人の配信見て何がおもろいのって不思議に思ってたんですけど、そもそも若年層にそういうつながりを求めるニーズがあるからなんだなってすごい腑に落ちました。40歳前後のレトロゲーム回帰っていうのもなんか将来的には自分にそういうニーズが内発しそうだなっていうマグマを感じるので、これもよくわかるんですよね。よくわかるからこそさっきの話じゃないんですけど、今はまだリマスターとかリメイクに時間費やしたくないんですよね。私まだゲームキャラの巨乳に発情できるので、そういうパッションがあるうちは新しいものを摂取し続けたいなと思っています。あとこの論文曰くゲーム深夜帯までプレイしようがそんなに健康に支障はないらしいんで、皆さんもこれからもストレス予防のためにゲームをする、その日1日は1個のゲームに没頭する、でも月単位で別ゲーにも手出してみる、そんなスタイルでやってみてはいかがでしょうか。私のチャンネルで継続的に扱ってるゲームは全部おもろいですよ。あなたは1日何時間ぐらいプレイしますか？ザッピングしますか？ぜひコメントください。こっからは小ネタをちょろちょろご紹介。バリ雑言を優しい言葉に変換するレビューフィルター AI 公開。 Steam 上のレビューのコメントを好評とか建設的な指摘とかバグ報告含むものとか非有効的なものとか純粋な悪意みたいなカテゴリーに分類して要約をつけることで、開発者がレビュー本文を読む前に確認の必要性を判断しやすくできるとのこと。これ見て14のフォーラムこれ導入すりゃいいのにって思いました。いや、してるのかな？ 14 って微妙に全時体的でゲームへのフィードバックをアンケート回答形式じゃなくて公開掲示板に投稿させることで受け付けてるんですけど、人によっては書きぶりが終わっていて、ああいうのって書いてるうちに筆が乗っちゃうのか、皆が見てるところで意見してる俺なのか、ヒロイックな気持ちになって射精してるだけのコメントとかもあるので、せめて受け手の目が潰れないようにこういう技術を使って自衛してほしいなと思います。てか同じ機能 YouTube にも欲しい。私の前々職の新卒も上司からのメールはイラッとするから中身見る前にとりあえずチャット GTP にぶっ込んで返信案考えてもらうって言ってましたし、 AI でフィルターして会話するのがデフォになる未来ももう目の前っていうかもう来てるんでしょうね。他人からの文章にイラッとする機会が多い方、 AI かませるのおすすめなんでぜひご検討ください。グノーシア舞台化。人狼推理劇×SF ループミステリーという独自のジャンルで一世を風靡したインディーゲームグノーシアが今年8月から東京で舞台化されます。なんと人狼パートは全部アドリブで毎公演全部異なる結末になるそうです。マジ？いけるの？いや、いけなくはないだろうけど、舞台公演としてちゃんと面白くなるのって思ったんですけど、人狼ザ・ライブプレイングシアターっていう人狼ゲームのルールを使ってアドリブで物語を作っていくライブエンターテイメントっていうのが、もう2012年からジャンルとしてあって、で、その手だれが出るから安心しろ、とのこと。おもろそう。というわけで私はチケット取りに行きます。グノシアは何度も世界をループして人狼ゲームを繰り返すことで、各キャラの人となりだったり、ループを止める鍵を見つけに行くっていうすごい斬新なシステムのインディーゲームで、ゲーム体験としてすごい新しくて面白かったので、先日放送されたアニメ版もクソおもろかったんですけど、できればゲームの方をおすすめします。本当はそういうインディーゲームも積極的に発掘していきたいんですけどね。おすすめのインディーゲームあれば教えてください。本当はもう少し共有したかったもんがあったんですけど、キリないのでやめておきます。冒頭文章でパッと表示させたように、私のチャンネルで扱っている特定のゲーム、14とか名調とかエンドフィールドとかに、私自身のアンテナが偏っちゃってる感覚があったので、それを直すために今ゲーム全般のニュースを見始めていて、で、こういうのってアウトプットする機会もあった方が身にもなるからと思ってお試しで動画化してみました。最近出会った推しゲームトピックがあればぜひコメントください。今後もゲームに関する面白いトピックがあれば皆さんにも紹介していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒お次はなし。